こんにちは。今日のポッドキャストでは、友達の家に行くというテーマでお話しします。日本で友達ができると、今度うちに遊びに来てねと言われることがあります。でも初めて日本人の家に行くときはどうすればいいのかわからないこともあります。今日は友達の家を訪ねる時のマナーや会話について優しい日本語で紹介します。まず家に行く前に肘と時間をきちんと決めておきましょう。いつがいいですかと聞いて、土曜日の午後2時に来てくださいなどと言われたら、その時間を守ることが大切です。もし遅刻しそうな時は連絡をしましょう。すみません、10分遅れますと言えば丁寧な印象になります。日本では友達の家に行くときに小さな手土産を持っていく人が多いです。お菓子や果物、ドリンクなどが人気です。高すぎるものより気持ちのこもったものが喜ばれます。つまらないものですが、どうぞと言って渡すのが日本の丁寧な言い方です。友達がありがとうございますと言って受け取ってくれたらにっこり笑いましょう。家に着いたら、こんにちはと言って元気に挨拶をします。ドアの前で挨拶をして、ドアが開いたらお邪魔しますと言って中に入ります。お邪魔しますはお世話になりますと同じようによく使う挨拶です。この言葉を使うことで丁寧な気持ちが伝わります。何も言わずに入るのはよくありません。家に入ったら玄関で靴を脱ぎます。日本の家では靴を履いたまま入ることはありません。靴を脱いだら揃えて端に寄せておくと綺麗に見えます。スリッパがあるときはお使いくださいと言われたらスリッパを履きます。靴のまま中に入ろうとするとびっくりされることがあります。部屋に入ったら綺麗なお部屋ですね、など一言褒めるといい印象を与えます。日本では相手の家や持ち物を褒めるのは良いマナーとされています。ただし、あまり大げさに言いすぎると嘘っぽく聞こえることもあります。自然に感じたことをそのまま言えば大丈夫です。友達の家ではどうぞ座ってくださいと言われることがあります。その時はありがとうございますと言って座りましょう。どこに座ればいいかわからない時はどこに座ればいいですかと聞いてもいいです。いきなり座らずに相手の言葉を待つのがマナーです。会話をするときは相手の話をよく聞いてうなずいたり、そうですねと言ったりすると会話が楽しくなります。日本では大きな声で話すよりも落ち着いた話し方が好まれます。相手の話を遮らずに最後まで聞くことも大切です。話が弾むとまた会いたいと思ってもらえるでしょう。お茶やお菓子を出してくれることもあります。その時はいただきますと言って丁寧に受け取りましょう。全部食べなくてもいいですが、少しは口にするといいです。とても美味しいですと言えば相手も嬉しくなります。残す時はお腹いっぱいですみませんと言うと優しいです。友達の家には家族がいることもあります。お母さんやお父さんに会った時は、はじめましてと挨拶をしましょう。いつもはるかさんにお世話になっていますと言うと、丁寧な印象になります。家族の人にも丁寧な言葉を使うようにしましょう。いい関係が作れるかもしれません。家でゲームをしたり、テレビを見たりすることもあります。でも大きな声を出したり、走り回ったりしないように気をつけましょう。自分の家のようにリラックスしてもいいですが、ルールは守ることが大切です。音を立てすぎたり、物を壊したりしないように注意しましょう。トイレを使いたいときは、トイレを貸してもいいですかと聞きましょう。勝手に行くのはよくありません。日本の家のトイレは、きれいに使うのがマナーです。使い終わったら、蓋を閉めたり、手を洗ったりして、次の人が気持ちよく使えるようにします。ありがとうございますと一言言うのもいいですね。話しているときに知らない言葉が出てくることもあります。その時は、これはどういう意味ですかと聞いてみましょう。友達はきっと優しく教えてくれます。わからないままにせず、素直に聞くことで、日本語もどんどん上手になります。恥ずかしがらずに、どんどん質問しましょう。日本では、長い時間人の家にいるのは良くないとされています。例えば、2、3時間ぐらいがちょうどいい時間です。そろそろ帰りますと自分から言うのがマナーです。相手がまだいていいよと言ってくれても気を使わせないように時間を見て帰るのがいいです。帰るときは今日はありがとうございましたと言ってしっかりお礼を言いましょう。とても楽しかったです。また来てもいいですかなど感想を伝えるのも良いです。お邪魔したことに対して感謝の気持ちを言葉にするのが
日本の良いマナーです。家を出る時もお邪魔しましたと言います。これは日本でよく使われる挨拶で、ありがとうと同じように大切です。そしてドアが閉まるまで丁寧にお辞儀をするといい印象を与えることができます。挨拶とお辞儀は日本ではとても大切です。家に帰った後、今日はありがとうございましたとメールやメッセージを送るともっと丁寧です。楽しかったです。お菓子美味しかったです。など簡単でも気持ちを伝えると相手も嬉しくなります。こうしたやりとりがいい関係を続けるポイントです。次に会った時に、この前はありがとうございましたと言うともっといい印象になります。挨拶やお礼の言葉を何度も使うのが日本の素敵なところです。たとえ短い時間でもありがとうと言えると周りの人といい関係が作れます。日本では気を使うことが大切にされています。でもそれは大変なことではなく、相手のことを思って行動するということです。小さな気配りが友達との関係を良くします。ルールやマナーを知っておくと安心して友達の家に行けます。今日のエピソードでは友達の家を訪ねる時のマナーや会話について紹介しました。日本の文化を知ることでもっと自信を持って行動できます。少しの丁寧さと優しい言葉で素敵な時間が過ごせますように、これからもいろいろな日本語を一緒に学んでいきましょう。ではまたね。